こんにちは、米谷彩子です。皆様は次にどのコンチェルトを弾いたらいいのか迷ったことはありませんか？今日はミス・デレイ先生が作られたコンチェルトリストとかまたはコンチェルトグルーピングスと呼ばれているものについてお話ししたいと思います。グループ1、グループ1、それからグループ2、グループ3と分かれてます。私はこれ先生から自筆で昔先生にノートに書いていただいたことがあるんですけども、私の記憶としてはこのグループ1の中のこのコーナスコンチェルトとブルフのコンチェルトの間に隙間みたいなのがあって、ちょっと違うグループになってるような、そんな覚えがあったんですけども、今先生に書いていただいたノートがどっかに行ってしまったので、ちょっとわからないんですけども、これを見ていただくと、一番最初はバッハの a マイナー、それから E メジャーとなってます。もちろん初心者の方には、最初に弾くコンチェルトではありません。多分、ディレイ先生はこのコンチェルトのグルーピングを作られた時に、多分私の想像ですけど、鈴木の教本の6巻ぐらいを終えた生徒さんを頭に置いて、それでこのリストを作られたんじゃないかなと思います。このリストには、バッハの異端調のコンチェルトの前の曲などは載っていませんけれども、その前のレパートリーについてちょっと今日はお話しします。もちろんザイツなどの基礎的な曲は避けて通れません。ただ最初に1曲ずつ楽譜を買うと高価なので、ある程度の曲集というものを使われたらいいのではないかと思います。私がその教本で育ったということもありますけれども、日本の方でしたら宇塚先生、篠崎先生、住三郎先生が編集なさった新しいバーリン教本がおすすめです。今でも手に入ると思います。ごく初めは鈴木メソッドで始めてもいいんですけれども、私の印象ではブックの1を最初からやっていって、最後の3曲っていうのがすっごく急に難しくなるので、その難易度のギャップっていうのが気になります。ですからごく最初の場合はサスマンサストラディションって言われてる教本がいいと思います。その後、住先生の教本を使われたらいいと思います。アメリカではアルフレッド社などからも何冊か曲集が出てると思うんですけど、私自身があまり使ったことがないのと、生徒が2、3回持ってきたことがありますけど、あんまりよくわからないので、ここではコメントを避けます。また最近では BOT、ローデというような技術を養うためのコンチェルトを弾く人が少なくなってきて、すぐブルフとかっていう風になってますけど、これをじっくりやることはとても大切だと思います。英語ですけれども、インディアナ大学のミミ・ザーン先生という方が作られたレパートリーリスト曲集がウェブに載ってるので、そういうものも参考になされたらいいと思います。ディレイ先生はコンチェルトリストの他にエチュードのこの順番でやった方がいいっていうことも先生は言ってらっしゃいますので、これから順番にそのグループ1の曲から説明していきたいと思います。それではまた次のこのシリーズの1からお目にかかりましょう。